iPhone 13シリーズ発売されて3ヶ月経ったので、3ヶ月使ってみて結局どの機種がおすすめなのか、用途別の選び方っていうのを紹介していきたいと思います。まずはこちらの iPhone 13 mini。こちらの13 mini に関しては、まず手が小さい人、そしてコンパクトな端末が欲しいっていう人は、この iPhone 13 mini おすすめですね。で、その中でもゲームとかしなかったり、動画も画面小さくても見れれば OK だよっていう方におすすめです。こちらのミニシリーズに関しては、以前のね、12 mini だとバッテリーがね、結構すぐなくなっちゃうっていうね、欠点があったんですけども、今回のこちらの13 mini に関しては、バッテリーの持ちっていうのがかなり克服されてるので、そのね、バッテリーの心配っていうのもなく、かなり快適に使うことができます。今まで SE とか小さい端末を使ってた人が買い替えるならもう断然これっていう感じ。で、SE とかと比べてね、画面が縦に長くなってたりするので、表示領域っていうのも増えてます。軽くて長時間持ってても疲れないっていうのもメリットだし、片手でこの画面の左上のアイコンまで全部タッチできますね。で、こちらのね、iPhone 13 mini のデメリットとしては、やっぱりね、画面サイズがこういった13とか Pro Max と比べてね、小さめなので、指が被って画面が見えなかったりして、ゲームはちょっとしづらいかなと思います。他の作業は大丈夫かな。動画見たりするのにも、こうやって近くで見る分には全然大丈夫です。しかも値段が安いです。僕も YouTube やってなかったら、こちらのね、iPhone 13 mini を買って使ってたかなと思います。続いてはこちらの iPhone 13。こちらの iPhone 13に関しては、とりあえず迷ったらこれを選んどけば間違いないっていうモデルですね。超定番モデルっていう感じ。ミニシリーズと比べても画面の大きさっていうのが親指1個分ぐらいかな。違って、動画とかをよく見る人に関しては、こちらのね、iPhone 13の方が迫力あったり、あとちょっと遠目に置いてもね、見やすかったりします。動画見たり漫画読んだりゲームしたりするっていう方は、こっちのミニシリーズよりもこっちの無印を選んだ方がいいかと思います。ただミニはね、普通にこの左上のアイコンを押せるんですけども、こっちの iPhone 13に関してはね、左上のアイコンちょっとね、遠く感じるので、その点はね、ちょっとネックかなとは思います。漫画読んだり、動画見たり、あとはゲームも軽くやるよっていう人はこちらの iPhone 13がおすすめです。で、こちらのね、iPhone 13のカメラに関しても、プロシリーズと比較してもね、比較しなきゃわかんないぐらいの画質の差だったので、全然こちらのね、iPhone 13でもいいかと思います。コスパが高いのはこちらの iPhone 13 mini と13の無印シリーズになってます。ゲームをね、ガチガチにやる人っていうのはこっちじゃなくてね、次紹介するプロの方がおすすめかなとは思います。オールマイティ機種ですね。あと軽いっていうのもメリットです。13 Pro でした。続いてはこちら iPhone 13 Pro。こちらの iPhone 13 Pro に関してはお金に余裕があって画面ヌルヌルを味わいたい。そしてゲームで有利に戦いたいとか、あとは望遠レンズを使って遠くの写真や動画を撮りたいっていう方はこちらの iPhone 13 Pro がおすすめです。で、プロシリーズのいいところとしては、まずはプロモーションディスプレイ。こちらね、無印は 60Hz って言って1秒間に60回絵が描き換わるんですけども、こちら最大 120Hz になってるので倍の滑らかさがあります。なのでこういうスクロールもね、無印シリーズと比べてかなり滑らかなので、滑らかな画面が欲しいっていう方は断然ね、プロシリーズになるかと思います。これただ滑らかなだけじゃなくて、こうやってね、普段画面が動いてない時は、1秒間にね、10枚の画面の書き換わりになるので、バッテリーの節約っていうのもできます。FPS 系のゲームをしてる方に関しては、画面が滑らかだとエイムもしやすくてね、かなり有利に戦えますので、ゲームをね、よくするよとか、あとこれからね、Apex モバイルとか出てくると思うんですけども、そういったのをやりたいっていう方は、断然ね、こっちの無印よりもプロを選んだ方がおすすめです。かなり有利になります。ただね、120Hz で動作させるにはゲーム自体もね、対応してないといけないので、その点は注意してください。ただね、この1回 120Hz になれたら、もう普通のね、60Hz には全然戻れないですね。めっちゃカクカクに感じます。そのくらい違う。で、あと2つ目のいいところとしては、無印シリーズと比べて、カメラがね、いいものを搭載してるんですけども、正直ね、こうやって横に比べないとわかんないぐらいの画質の差なので、本当にカメラが好きとかこだわるっていう人じゃない限りは、別に無印でもいいかと思います。ただこちらのね iPhone 13 Pro には望遠レンズ3倍ズームのレンズがついているので、ズームしたい方はこっちのプロシリーズを選んだ方がいいかと思います。ただこのプロシリーズの3倍ズームもちょっと欠点があって、今後ね動画で紹介しようと思ってるんですけども、12 Pro と比べてなんか寄れないんですよね。テーブルの上にあるご飯をこうやってね望遠レンズで撮りたいっていう方にはおすすめしないですね。こちらの3倍レンズは遠くにあるものを望遠レンズで撮りたいっていう方におすすめです。なのでちょっとね、その辺は注意ですね。あとは暗いところでもね、使えなかったりします。その点はね、今後動画で話したいと思います。デメリットに関しては高いのと、あと重いですね。この13と比べても、結構体感違います。結構ずっしり感があるので、ちょっとね、その点もデメリットではあります。
続いてはこちら Pro Max。今回ね、13 Pro Max 買ってないので12 Pro Max で代用します。こちらの Pro Max に関してはもうね、全部を1台でまとめたい方、iPad と iPhone とか、そういう2台持ちがめんどくさい方は、こちらの Pro Max かなりいい端末になってます。バッテリーの持ちもめちゃめちゃいいし、画面が大きいのでゲームも操作しやすいし、動画とかも漫画もかなり快適に見れます。欠点はね、これでかいです。めちゃめちゃ。片手での操作はね、かなりきつい。この角とかね、ほぼ触れないですね。プロマックスとかに関してはこういったリングをつけて操作しないとね、結構落としやすいかと思います。リングをつければ全然操作できますね。重いけど。あとは値段がめちゃめちゃ高いです。確か13万ぐらいしたかな。なのでね、その点も欠点ではあります。あと普段ケースをつけて運用してる方っていうのは、このね iPhone 13 Pro Max の重さプラスケースもでかくてね重いので、ケースの重さが加わるともう 250g とか 300g ぐらいいくと思います。ケースによっては。なのでね、そこまでなってくるとかなり重さがあるので、その点は注意かなっていう感じですね。Pro Max を買おうとしてる方は絶対ね、お店で一回触ってから買うのがおすすめです。選び方に関してはそんな感じですかね。13ミニは小さくてコンパクトなのが好きな方。で、あと安いのがいい人。で、13に関してはオールマイティ。迷ったらこれっていう感じ。この2つはコスパ最高です。13 Pro に関してはズームで撮りたいとか、あとゲームを滑らかにプレイしたいとか、あとバッテリー持ちを優先するっていう方におすすめですね。ただ普通のね、無印がバッテリー持たないかって言われたらそんなことはないです。で、13 Pro Max に関してはもう全部入り。重くてもいいから画面でかくて快適に楽しみたいっていう方におすすめです。続いておすすめの色なんですけども、みんなのね、好きな色を選べば OK です。ただ iPhone って買ったら短くて2年。で、長くて4年とかね、5年使うと思うので、個人的には、ブルーとかレッドとか、そういったね、奇抜な色じゃなくて、こういった白とかシルバーとか、無難な色がおすすめです。シルバー、グラファイト、ミッドナイト。ゴールドも無難っちゃ無難かな。他の色はね、飽きて早く変えたいなとかなったりしますね。特に iPhone 12のブルー、飽きてね、早く変えたいってなってましたね。この Apple Watch もブルー買ってちょっと後悔しました。なので自分の好きな色、長く使う人に関しては無難な色を選ぶっていうのがおすすめです。続いてね、iPhone 13シリーズ、これ買うべきなのかっていう話なんですけども、今回の iPhone 13シリーズの進化ポイントに関しては、大体3つで、バッテリー、で、画面のヌルヌルさ、これはプロシリーズのみです。で、カメラの画質の進化っていう感じなので、この3つを重要視しない方であれば全然買い替えなくてもいいかと思います。iPhone 11とか 10S とか、その世代使ってる人とか、それより前の方っていうのは全然買い替えてもいいんじゃないかなと思います。大体ね、2年経てば iPhone の進化っていうのは体感できるかなと思います。で、続いてこの iPhone 13どこで買うべきなのかっていうのは、まず一番おすすめなのが Apple Store ですね。なんで Apple Store で買うのがおすすめかというと、Apple Store ってね、買った後2週間までなら返品できるんですよね。なので、例えば iPhone 13 mini に決めて、これ買いました。で、1週間ぐらい使ってて、やっぱ画面小さいな、普通のでっかい iPhone 13にすればよかったっていう場合も、Apple Store で買った場合は、これを返品して、新しくね、この iPhone 13を買えるので、どれを買おうか悩んでるって方にも Apple Store がおすすめですね。ただ、ヨドバシとかで買えばポイントがつくので、安さは家電量販店でポイントつけて買うのがおすすめです。で、キャリアで買う場合、どこが一番安いかって言ったら、多分ね、楽天モバイルだと思います。楽天モバイルね、キャンペーンとかあったり、あと端末自体もね、ちょっと安かったりするので、楽天がおすすめです。僕もね、今こちらの iPhone 13 Pro に楽天入れて使ってるんですけども、かなり快適に使えています。使いまくっても3000円。ただね、地方とか楽天回線エリアじゃない人っていうのは、ちょっと厳しいかなと思います。都内とかね、楽天回線が飛んでる場所だったら楽天かなりおすすめですね。楽天のリンクもね、概要欄に貼っておきます。やっぱりね、買った後後悔する方っていうのも結構いると思うので、個人的にはやっぱり Apple Store で買うのがおすすめですね。で、Apple Store で買った場合は SIM カードをね、差し替えればそのまま前の契約のまま使うことができます。ただ iPhone 7の世代を使ってる方っていうのは契約変えなきゃいけないです、確か。あとは au の場合っていうのも SIM の差し替えだけじゃなくて au に行ってなんか SIM の再発行だったかな、それしないといけないので、その点はね、ネックですね。iPhone 8を含む iPhone 8以降の端末を使ってるソフトバンク、ドコモユーザーとか、あとは格安 SIM ユーザーだったら、問題なく SIM の差し替えだけで移行できます。そしたらね、5G のプランとかに入らなくても済むので、それがね、一番月額料金も安くなるかなと思います。ということで、まとめると、13ミニは手が小さい人向け、13は誰にでもおすすめできるオールマイティ機種、13 Pro はゲーマーとかカメラにこだわる人、13 Pro Max は1台で全部こなすよ、重さは気にしないよっていう人向け、
で、色に関しては自分の好きな色を選んで、で、奇抜の色っていうのは、しっかりね、長く使っていけるのかっていうのを考えてから買ってください。で、買う場所に関しては Apple Store がおすすめ。理由は2週間以内だったら返品できるからっていう感じです。こんな感じでね、iPhone の選び方だったり、Apple 製品のデビュー、そしてお得な買い方、便利技とかね、そういったものをね、普段紹介してますので、興味がある方はぜひチャンネル登録お願いします。以上、iPhone 13の選び方でした。バイ。